こんにちは、みるみるです。この動画は過去3本の動画にわたって紹介してきた灰色のスクメイの新カード情報のまとめです。公開当初とは評価が変わったカードは追記の形で修正しています。今までの動画はコナン TCG 公式 X の公開に合わせて紹介してきましたが、全カード公開されたこともあり紹介はほぼ ID 順にしています。ミステリーレア江戸川コナン&ワイバライ。イラストは予告通り単行本24巻の黒の組織との再会のエピソードより、パートナーを宣言ターン1、キャラを1枚まで選び、リムーブする。リムーブした場合、自分のデッキのカードを上からリムーブしたキャラのレベルと同じ枚数リムーブする。白のカイト&キットのようなターン1宣言で除去を行える能力。除去した後に効果でデッキ上をリムーブするのでデッキ1枚からでも使用できますね。宣言ターン1、自分のリムーブエリアにある少年探偵団キャラを1枚まで選び、自分の青キャラ1枚の下に重ねる。パートナーエリア宣言か。現場のキャラに少年探偵団を重ねる能力。重ね先は言わずもがな結成少年探偵団やレベル5凸コナンでしょうか。今回の弾でいかに重ねるギミックが活用されるかが注目ですね。期待していた重ねるギミックですが、レベル7アガサ博士以外は特にありませんでしたね。レベル7アガサ博士。アガサ博士がついに SR で登場。イラストは黒の組織から来た女のエピソードより、登場時自分のリムーブエリアにあるそれぞれカード名の異なるレベル8少年探偵団キャラを3枚まで選び、このキャラの下に重ねる。パートナーを宣言ターン1スリーク。このキャラの下に重なっているカードを3枚リムーブする。相手はこの宣言のコストによってリムーブされたキャラの中から1枚選ぶ。それがレベル8以下の少年探偵団キャラの場合、登場させ、このキャラをリムーブし、手札を1枚リムーブする。正直なところかなり使い勝手が悪そうな印象といったところ、まず自力で重ねられるカードが名称の異なるレベル8少年探偵団キャラという三重の制約があり、さらに宣言能力で登場させるキャラは相手に選択肢があるため、思い通りの運用はかなり難しそうですね。何か明確なサポートカードがあれば登場すれば良いのですが、レベル7江戸川コナン、パートナー凹凸デッキ、事件青黒、絆ワイバライファイル5宣言ターン1アクティブ状態のワイバライを1枚スタンさせる。このキャラをアクティブにする。この能力は自分のリムーブエリアに黒のキャラが3枚以上ある場合に宣言できる。レベル8はイバライに引き続き多色事件を要求するコナン。下の能力は条件がかなり多いですが、クッキングオキアを彷彿とさせる2回アクション持ちですね。レベル8はイバライ。事件青&黒パートナー青登場時 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。緑白テーマデッキ以来の混色事件を要求するはイバライ。緑白は5色探偵や5色高校生を活用する方法もありますが、こちらは青黒事件である白の世界を使わざるを得ませんね。ただし、その分能力はレベル8にしては破格のノーコスト AP8000 以下除去。ひらめきは自分のリムーブエリアにある現場リムーブ時を持つ黒キャラを回収という、かなり変わったひらめきになっています。レベル5シェリーを回収しましょう。裏切りの街角が登場したためかなり使いやすい印象のカードです。レベル7小島源太。紹介漏れしてました。宣言スリーク手札から少年探偵団キャラを1枚公開し、自分の現場にいる青キャラ1枚下に重ねる。レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。ひらめき解決編アクション中スタン。手札の少年探偵団を重ねる必要がありますが、これは見ようによってはメリットですね。青のレベル7キャラにしてはリムーブできる能力は珍しいですね。レベル8つぶらや光彦。ついにレベル8の光彦も登場。パートナー凹凸デッキ事件。自分ターン中このキャラの下に重なっているカードの数につき以下の能力を持つ。1枚以上 AP 足す閃突デッキキャラ。3枚以上ファイル5以上宣言ターン1手札を1枚リムーブするこのキャラをアクティブにする。レベル8キャラにしてはかなり性能が低めの光彦。レベル7あゆみちゃんとキャラを重ねるギミックも採用した専用構築が要求されますね。レベル6吉田あゆみ。登場時自分のリムーブエリアにある少年探偵団のキャラを1枚まで選び、自分の現場にいる青キャラ1枚の下に重ねる。重ねた場合、ターン終了時までそのキャラにアクティブ指定アクションを与える。リムーブエリアに少年探偵団が落ちていればアクティブ指定アクションさせられるあゆみちゃん。先行2ターン目でレベル4キャラで手札の少年探偵団を捨てつつ、先行3ターン目でこの能力で相手のキャラをアクティブ指定アクションすれば、序盤を優位に立ち回れそうですね。カードの能力、デザイン的にレベル6はイバライといずれを採用するかは悩ましいところ。あゆみちゃんは登場時のみなので先行3ターン目でリムーブエリアに少年探偵団がいないと、
何も能力が使えないことには注意しましょう。レベル6小林澄子。宣言ターン1スリープデッキのカードを上から2枚リムーブする。手札からレベル4以下の少年探偵団キャラを1枚まで登場させる。ひらめきリムーブ少年探偵団回収。制限になったレベル6は茨城の調整版カードといったところ。ちなみに同様の調整版カードは青のスタートデッキのレベル6アガサ博士が存在しており、カード名称が優れているアガサ博士が環境で使用されていないところを見ると、この小林先生も活躍は厳しそうです。小林先生はなかなか両カードに恵まれませんね。レベル4真田貴弘。絆肥後龍介突撃キャラ。相手の現場にいるキャラがこのキャラとのコンタクトによってリムーブされた時カードを1枚引く。レベル5肥後龍介。絆真田貴弘突撃事件。このキャラのアクション事件によって証拠を得た時カードを1枚引く。お互いに絆を持つビッグ大阪のサッカー選手。現場をサッカーフィールドに見立てて活躍できるのでしょうか。東尾マリア。ミスリード1。宣言スリープデッキの下に移す。自分の現場にいる LP1 以下の灰払いを1枚まで選び、ターン終了時まで LP 足す1する。灰払いの LP を1上昇させることができる東尾マリア。個人的には少年探偵団デッキよりも SOS アブロのような灰払いが推理することが多いデッキに採用して、ファイル3以上で登場させられる迅速みたいな感じで使いたいですね。結構強力なカードと思います。レベル2もリコゴロウ。カットイン AP に1000レベル2カードとして毛利小五郎が登場。毛利小五郎はサポートカードが豊富に存在しており、特徴も優秀なので嬉しいレベル2カードとしての登場です。レベル7もリラン。突撃。このキャラがアクションした時、ターン終了時まで。ターン終了時、このターン中このキャラが自分のミステリーレア能力によって選ばれていなかった場合、このキャラを現場から手札に移すを持つ。一風変わったデメリットを持つもリラン。カードイラスト的には魅惑のマジックで収録されたラン&アイと相性の良いカードであり、アクティブ指定アクションを与えつつ AP7000 で殴れます。自分の現場にいるキャラを指定することでメリットがあるミステリーレアはヘイジ&北の AP 達成アクティブ指定アクション。キット&白馬のアクティブ能力。一応組み合わせ的に現実的ではないですが、ヘイジ&カズワのスリープ指定にすることで現場からは離れなくなります。ミステリーレアアイシェリーでも現場に維持し続けることが可能です。ただ役割的には同パックのレベル7コナンの方が相性が良いですね。レベル5はカサルミ。自分のターン終了時に自分の現場にはイバラアイがいる場合、このキャラをアクティブにする。宣言スリープカードを1枚引き、手札を1枚リムーブする。名乗り状態でも下の能力で手札を入れ替えつつ、すでに現場にはイバラアイがいればアクティブになれるため地味に優秀な能力ですね。個人的には解決編突撃キャラくらいあってもよかったように感じますが。レベル6ラム。相手ターン中現場リムーブ時カードを1枚引く。事件青&黒宣言スリープ。手札から現場リムーブ時を持つレベル5以下のキャラを1枚まで登場させる。レベル4は北金のり。事件青&黒事件編登場時、自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から青か黒のキャラを1枚まで公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキの下に移す。手札に加えた場合手札を1枚捨てる。相手ターン中現場リムーブ時、手札から現場リムーブ時を持つキャラを1枚リムーブしてもよい。そうした場合カードを2枚引く。レベル6はイバラアイのようにキャラを登場させられるラムと、手札を強化する能力を2つ持つレベル4は北金のり。事件青黒の解決編相手の1ドローのデメリットに対して自身も手札増やせることで追いつけるようなデザインになっていますね。同パックに収録される突撃を得られるレベル5キスコを登場させられることも結構強力ですね。レベル8イベントどうしてお姉ちゃんを助けてくれなかったの。灰原愛が初めて感情を表したシーンが青の初となるレベル8イベントで登場。事件青黒自分のリムーブエリアにあるレベル7以下の江戸川コナンを1枚まで選び登場させる。このイベントをそのキャラにセットさせる。このイベントがセットされているキャラは、このキャラがスリープ状態の場合自分の現場のワイバラ愛は相手の能力効果で選ばれないを持つ。レベル7コナンを登場させつつ全ての灰原愛を守れる能力を与える実質混色のイベントカード。戦術したレベル7コナンとは相性は良いですがファイル8で行う割には物足りなさが否めないカードですね。現場リムーブ時能力を持つミステリーレアアイシェリーとは相性が良く、このカードをセットしたコナンが存在する限り山下送りや能力無効で選ぶことができません。相手からすればコナンから除去すればいいのですが、ミステリーレアを追うカモミジ&ヨリムが
パートナー緑自分ターン中ターン1。自分の現場にこのキャラ以外のオオカモ短いオリムガが登場した時、 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。宣言ターン1。自分が相手の現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードを合わせて2枚リムーブしてもよい。そうした場合、カードを1枚引く。この能力は自分の現場にオオカモ短いオリムガがいる場合に宣言できる。パートナーエリア宣言か。上の能力はオオカモ短いオリムガが登場した際に除去が行えるというもの。下の能力はオオカモミジらしい相手のセットカードも干渉しつつカードをドローできるというもの。パッと見の印象は控えめな能力のミステリーレアですね。レベル8遠山和は登場時自分のデッキの上4枚を見る。その中から緑のイベントを1枚まで公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキ下に移す。手札に加えた場合は手札を1枚リムーブする。自分ターン中ターン1。自分が緑のイベントを使用した時、 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。1枚で緑イベントのサーチと除去まで行えるハイブリッドな遠山和和が登場。7段のレベル8ハットリエイジはレベル8以下除去だったのに対して、こちらは AP8000 以下のためミステリーレアまで対処できるようになったのが強力。ぜひとも3枚は集めたいカードですね。カードイラストはそして人魚はいなくなったの1場面からですが、同じくそして人魚はいなくなったのエピソードよりレベル7ハットリエイジが登場。突撃絆遠山和は自分ターン中 AP+2000。ひらめき遠山和は回収。例えばレベル8遠山和はレベル7ハットリエイジ、助けて平時からレベル6遠山和の流れを作れればかなり強力な動きのできるハットリエイジ。デッキによっては迅速で良かったりするのでここら辺は要検討ですね。シンプルながら弱いカードではないと思います。レベル8綾野浩二文丸。登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブし、自分のリムーブエリアにあるマロちゃんを1枚まで選び手札に加える。ちょくちょく強化の入る綾野浩二文丸カード。リムーブからマロちゃんが回収できる場合は実質的に手札プラマイゼロ。ごとつマロちゃんなら手札が1枚増えますね。とはいえもっと大幅な強化が欲しいところ。レベル6オオカモミジ。登場時以下から1つ選んで行う。自分の現場にいるより無我を1枚まで選び、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでセットした半終了時まで AP+2000 する。自分の現場にいるより無我を1枚まで選び、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでセットし、ターン終了時まで突撃を与える。相手の現場にいるキャラを1枚まで選び相手のデッキのカードを上から1枚裏向きでセットし、スリークさせる。より無我を強化するか、相手キャラをスリークさせられる大岡もみじ。3番目の能力のおかげで先行3ターン目でもそれなりの活躍ができそうですね。もみじ&無我、レベル8より無我、レベル6大岡もみじを登場させると、2除去1突撃1ドローになりますね。現代環境だとやや物足りないですかね。レベル4服部静香。登場時自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。宣言ターンに自分か相手の現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から緑のカードを1枚まで公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキの下に移す。カードを手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。まずこのキャラ単体でデッキ上3枚サーチ手札入れ替えが行えます。他に裏向きでセットできるギミックがあればもう一度サーチが行えます。能力単体で見れば相当強力な能力であり、既存の基準ならば AP3000 程度のはずが AP4000 あります。カード名称がマイナー名称の服部静香だから許されるデザインなのでしょうかね。プロモパックで配布されたレベル5大滝五郎とは相性が良いため、組み合わせ使ってみたいところ。レベル8より無我、パートナー緑宣言ターン1。デッキのカードを上から3枚リムーブする。この宣言能力によって大岡もみじかより無我がリムーブされた場合、AP8000 以下のキャラを1枚までリムーブし、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。カード上3枚リムーブで当たれば除去が行えるより無我。おまけにカードセットが行えつつ、さらにアクティブのまま残るで、能力的には結構強力ですね。レベル7大滝五郎。登場時デッキのカードを上から5枚見る。その中からレベル6以下の緑イベントを手札に加え、残りをシャッフルしてデッキ下に移す。宣言リムーブに移す。手札からレベル6以下のイベントを1枚まで使用する。この能力は自分の現場に服部エイジがいる場合に宣言できる。
イベントのサーチとネクストヒント不要でイベントを発動できる大滝五郎。魅惑のマジックで登場したレベル8ハットリエイジを強く意識した能力となっており、イベントのサーチとレベル8ハットリエイジの突撃事件後に宣言能力を使えます。レベル7数はと比べてもレベル6以下の全色のイベントが使えるため、お守りを使えたり、ファイルを削りすぎることなく後ろの女が2連打できるのはだいぶ強力。サーチ後は残りのカードをシャッフルすることに気をつけましょう。レベル3長門秀臣。登場時このキャラをリムーブしてもよい。そうした場合、お互いのリムーブエリアのカードをデッキに戻す。リムーブエリアをリセットするかなりインパクトのある能力ですね。リムーブエリアを活用するデッキは数多いため、環境によってはぶっ刺さる可能性がありますね。レベル4日向ゆき。宣言スリープ。このキャラ以外のキャラを1枚リムーブエリアに移す。自分の裏向きの証拠を好きな数選び、表向きにする。この効果によって表向きにした枚数と同じ数まで相手の裏向きの証拠を選び表向きにする。こちらは証拠を表向きにするメタカード。事件能力を活用するデッキならば刺さる可能性もありますが、先ほどのリムーブエリアリセットよりかはインパクトは薄めですね。レベル8章も代を兼ねる。パートナー緑。自分のリムーブエリアにあるレベル7以下より無我を登場。そのより無我に突撃キャラかアクティブ指定アクションをターン終了時まで与える。自分のリムーブエリアにあるレベル7以下大カモミジを1枚まで選び手札に加える。イベントの対象として狙いたいのは3段か7段のレベル7より無我でしょうか。まず7段はすでに突撃キャラを有しているためアクティブ指定アクションしつつ、キャラをコンタクトでリムーブできれば、再度このイベントカードを回収して連発することも可能です。3段より無我はキャラ付きを与えることでアクション時能力で、手札から8段レベル6大カモミジを登場させたいところ、8段レベル6大カモミジはより無我を AP 足す2000したり、相手キャラをスリープできるので好相性でしょうか。ただ、レベル8カードとして強力かと言われるとやや疑問が残るところですね。緑事件出自になった理由。より無我と大カモミジの出会いの回想があるエピソードですね。裏向き証拠1枚表、大カモミジがいる際に自分のより無我1体の AP を2000上昇させられます。ミステリーレアレベル9鈴木その子京極誠。白のミステリーレアはついに京極誠とその子に。能力を見る前に注目したいのはなんと元の AP が9000ということ。コナン TCG において相手ターン中に AP9000 というのはかなり強力な値で、コナン TCG において汎用性の高い AP8000 以下キャラリムーブが効かないステータスとなります。能力を見ていきましょう。突撃キャラ。宣言手札を1枚リムーブする。ターン終了時までこのキャラはアクティブ指定アクションできる。宣言ターン1自分の現場にいる京極誠を1枚まで選びターン終了時まで AP 足す1000するパートナーエリア宣言か。能力の印象はややダイナミックさに欠ける印象がありますね。とはいえ、このキャラの AP9000 という値は一定の除去耐性を持つので、個人的には初の元の AP9000 キャラとしては良い水準かと思います。これであまりにも能力が強すぎたらぶっ壊れカードになりかねないので、ネクストヒントでレベル8京極誠を登場させれば、現場に AP9000 キャラが2体並ぶのはかなり相手からすれば厄介そう。京極誠 AP 足す1000は AP6000 京極誠を7段のレベル7その子のサポート範囲に入れられるため、地味に便利なんじゃないかなと思います。続いてはレベル8工藤由紀子。ちょっとポケモンカードみたいなデザインですね。登場時自分の現場にいるキャラ1枚につき、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きにこのキャラにセットする。パートナー白宣言ターンに、現場にいるキャラに裏向きセットされているカードを合わせて2枚リムーブする。白のキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す2000し、突撃キャラを与える。白デッキユーザーから熱い視線を受けるレベル8工藤由紀子。裏向きセットギミックは盗作軸や赤魔術が得意なため、それらとうまく組み合わせると展開はしたものの名乗り状態で動けないキャラを動かせますね。また、ビッグジュエルではミステリーレアカイアオからレベル3白馬サブルを登場させた後に、レベル8工藤由紀子を登場させると合計で4枚のセットカードが作られるため、この次のネクストヒントでレベル7黒馬カイト登場させて、工藤由紀子で突撃キャラできれば5面展開できるコンボもあったりと、白の SR としてはイラスト、能力的に当たりと言えそうですね。レベル8工藤優作。自転白パートナー白登場時、AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。自分の現場にいるキャラを1枚まで選び、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでセットする。ターン1、自分の現場にいるキャラが推理した時、自分の現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、カードを1枚引く。
登場しただけで AP8000 以下のキャラを除去できます。おまけに裏向きセットができ、推理した時にセットカードをリムーブして1ドローできます。単体で見ても手札が増えて除去ができるので完全にスタートデッキレベル8キャラを超えました。レベル6怪盗キット。解決編登場時相手の現場にいるキャラを1枚まで選ぶ。そのキャラがスリープ状態の場合、スタンさせる。そのキャラがアクティブ状態の場合、スリープさせる。宣言スリープ時分か相手の現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、キャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す2000する。あまりにも強力だった数はキットの2の前にならないように解決編登場時という制約がついた感じがしますね。ただし、スリーブだけに止まらずスリーブ状態のキャラを選ぶとスタン状態にできるのは便利ですね。セットカードをハブと AP 足す2000できるのは余ったセットカードの活用に便利そうですが、正直、現環境で AP 足す2000のためにセットカードを利用するのは少しもったいない気もしますね。レベル7クリス・ビンヤード。宣言スリープ。自分のリムーブエリアにある工藤由紀子を1枚まで選び裏向きでこのキャラにセットする。セットした場合、レベル7以下のキャラを1枚まで選びデッキ下に移す。ひらめきスリープ。リムーブエリアに工藤由紀子がいればレベル7以下除去ができます。高校3ターン目で能力が使えれば結構強力ですが、白には先行弾やレベル7と1が存在するため採用は結構厳しい。レベル2鈴木その子。解決編宣言スリープ。自分の現場にいる京極誠を1枚まで選び、ターン終了時までアクティブ指定アクションを与える。京極誠にアクティブ指定アクションを与えるその子。既存の鈴木財閥デッキは展開、証拠獲得で迅速なゲーム勝利を目指すデッキなので、面処理に関しては先行弾を投げることが多く、京極誠にアクティブ指定アクションを与える意義が若干薄いので、個人的にはやや評価が低いです。カード名称や特徴がこちらの方が恵まれていますが、瀬戸水木で良いような感もありますね。レベル4京極誠。自分ターン中このキャラがコンタクトした時、自分のデッキのカードを上から2枚リムーブしてもよい。この効果によって高校生か鈴木財閥のキャラがリムーブされた場合、そのコンタクト中、このキャラを AP 足す1000する。元の AP5000 のレベル4京極さん。自分ターン中でアクションをする場合、成功すれば AP6000 になります。残念ながらコンタクト中に AP が戻ってしまうので、レベル7鈴木そのこと絶妙に噛み合ってないのが残念ですね。レベル4鈴木彩子。事件編登場時手札から鈴木財閥のキャラを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、カードを2枚引く。ひらめきスリープ。事件編の身の縛りはありますが手札が増えるドロー能力と、白にしては貴重なひらめきスリープ持ち。普通に鈴木財閥デッキにおいては優秀な能力を持っており、鈴木その子ではないわけ、能力を盛られた感がありますね。レベル3鈴木次郎吉。相手ターン中 AP 足す2000。ひらめき1ドロー。レベル3でありながら相手ターン中に AP5000 になります。先行2ターン目でこのキャラの登場はかなり強力と言わざるを得ません。ゲームが進むとリムーブのレベル5鈴木次郎吉が回収できるレベル3鈴木彩子に分配が上がる部分もあり、どちらを採用するかは要検討ですね。レベル5高橋陽一。初期からのコナンファンには印象深い犯人キャラ。登場時自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでセットする。宣言ターン1このキャラにセットされているカードを1枚リムーブする。この宣言のコストによってキャラがリムーブされた場合 AP 足す2000。イベントがリムーブされた場合 LP 足す1。セットカードはお腹の脂肪と見せかけた何かをモチーフにしていますね。うまくイベントがリムーブできれば単体でレベル 5LP にと破格の性能をしています。とはいえ、自然にデッキを構築するとキャラが多くなるため、独特なデッキ構築が要求されそうです。レベル5メデューサ。正体は工藤由紀子。白のカードとして登場したので、登場エピソードの2限ミステリーでは登場させられなくなりました。相手ターン中現場リムーブ時、スリープ状態のキャラを1枚までスタンさせる。ひらめきスリープ。能力だけ見ればレベル4怪盗キットの上位互換。能力的に相手ターン中にスタンさせることになるため、実質的に1ターン多く足止めが可能。白のアグロデッキではひらめきスリープも持っているため、採用の価値があるかもしれませんね。レベル5イベントカード手の込んだ悪巧み。自分の現場のキャラ1枚の LP 以下の相手の現場にいるキャラを1枚除去することができるイベントカード。パートナー指定がない実質的にレベル5除去イベントですね。セットカードギミックを強化する能力付き試験。江戸川コナン誘拐事件ではなんと裏向きの証拠を1枚表にするだけで、裏向きセットを1枚作れるという、緑にも欲しい事件が登場します。
ミステリーレア赤い周一&ジョディ・スターリング。パートナー赤宣言ターン1レベル9以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分の現場に FBI キャラが2枚以上いる場合に宣言できる。宣言ターン1手札から FBI キャラを1枚リムーブする。カードを1枚引く。この能力のコストによってレベル8以上のキャラをリムーブした場合カードを1枚引く。全体的に黄色のアムロ&アズサを FBI 向けに調整し直した印象を受けるカード。揺れる心が登場したため相手のレベル下げるギミックの周一&オキアを不採用にして、このカードでも良さそうですね。レベル5羽田周吉によってジョディ・スターリング宣言でもこのカードが拾えるため、赤い周一とジョディ・スターリングを多く採用する FBI デッキにはこちらに軍配が上がるでしょうか。レベル7オキアスバル。コナンでは初となる原作絵を使用した SR。自分ターン終了時、手札が2枚になるまでカードを引く。パートナー赤宣言スリーク手札が2枚になるまで手札をリムーブする。キャラを1枚まで選びリムーブする。セルフハンデス赤タンの強化となるレベル7オキアスバル。レベル7にしてはかなりハイスペックなカードですが、展開、突撃、レベル7以下除去ができるレベル7羽田周吉ルートが行えないのには注意ですね。また、下のテキストにおいて手札が2枚以下の場合は能力発動ができるのかという質問が多く SNS で寄せられました。新カードの裁定は発売前に出さない公式が珍しく裁定を公開しており、手札が2枚以下の場合は手札を捨てることなくスリープで発動できると裁定が出ています。レベル6アンドレキャメル。このキャラがアクションキャラした時、指定したキャラをターン終了時までレベルマイナス1する。そのキャラがレベル6以下の場合、アクション終了時までこのキャラを AP 足す3000する。登場時このキャラ以外の FBI キャラがいる場合、ターン終了時まで突撃を持つ。端的に言うとレベル7以下にアクションする場合は AP8000 になる突撃持ちのアンドレキャメル。普通に破格の性能をしており、 FBI デッキならば採用が検討できる1枚。レベル6ジョディ・スターリング。自分のターン終了時、自分の現場に FBI キャラが4枚以上いる場合1ドロー。宣言ターン1スリープ自分の現場にいる。このターン中にアクションキャラをしていた FBI キャラを1枚まで選び、アクティブにする。レベル6アンドレキャメルがかなり攻撃的な性能をしていたのに対して、こちらは消極的な性能を持つジョディ・スターリング。4段レベル8赤い周1からこちらか前述のアンドレキャメルを登場させて、ネクストヒント2回使って FBI を4キャラ展開することを想定したキャラですね。アクティブキャラが2体以上いると処理漏れが発生しますが、警視庁や黒のようなキャラがスリープでターンエンドしがちなデッキには結構有利そうです。LV にジェームス・ブラック。ジェームス・ブラックがレベル2キャラとして登場。赤はレベル5羽田周吉の関係で同一性能でもカード名称によって採用不採用が分かれるので、ジェームス・ブラックにもレベル2が登場するのは嬉しいところですね。レベル4イーサン本堂。宣言デッキの下に移す。以下から1つ選んで行う。レベル5以下の黒のキャラを1枚まで選びリムーブする。自分のリムーブエリアにある本堂秀美か本堂秋やタスクを1枚まで手札に加える。あまりにもピンポイントすぎる能力。宣言スリープではないため、アクションや推理後に能力が使えますが、全体的に国営のカットインで登場する予定のカードだったと言われても信じられそうです。レベル3本堂秀美。カットイン自分ターン中手札からキャラを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、リムーブしたキャラの AP 線につき AP 足す線。赤くなったロバート・テイラーというべきカードでしょうか。探偵マスターズでも活躍されたハンドレス赤タンにも採用できなくはなさそうですが、そして新たな赤のギミックとしてレベル7キャラをメインで使う宮野家とも言うべきデッキが登場します。まずはレベル7宮野敦。ファイルボ以上宣言スリープ。手札からレベル7以下の宮野エレーナか宮野志保か宮野明美を1枚まで登場させる。宮野志保は長らく青のカード1枚でしたが、レベル7宮野志保。自分のターン終了時、自分の現場にレベル7キャラが3枚以上いる場合、カードを1枚引き、相手の現場にいるキャラを1枚まで選びスタンさせる。ファイル8以上登場時このキャラをスリープさせ、手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、レベル8以下のスリープ状態かスタン状態のキャラを1枚まで選び、デッキの下に移す。このキャラ1枚で2体のキャラを山下送りとスタンで処理できる性能を持っています。宮野家デッキでは主力になりそうな性能をしていますね。レベル4宮野明美。解決編現場にいるこのキャラをレベル足す3する。登場時自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中からカードを1枚まで公開して手札に加え、残りをリムーブエリアに移す。諸星大か宮野志保か宮野エレーナか宮野敦以外のカードを手札に加えた場合、
手札を1枚リムーブする。レベル7になれるレベル4サーチキャラ。指定のキャラ以外を手札に加えると手札を捨てる必要はありますが、サーチ対象は何でもいいため地味に強力ですね。レベル6もロボ次第。自分ターン中自分の現場にレベル7キャラが2枚以上いる場合、このキャラをレベル足す1し AP 足す戦士突撃を持つ。ファイル8スタートでアシストなしでファイル6に登場させられる実質レベル7のもロボ次第。レベル7としては性能は AP6 戦突撃と標準的な1枚。レベル1託されたカセットテープ。自分のデッキのカードを上からレベル7のカードが出るまで1枚ずつ公開し、それを手札に加える。残りの公開したカードをデッキの下に移し、デッキをシャッフルする。カードを手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。手札から自分のファイルエリアの枚数以下のレベルのキャラを1枚まで登場させる。レベル7のカードを確定で手札に加えつつ、さらに手札から指定なしでファイル以下登場できる。雑に強力なイベントカード。原作においては相原愛子と宮野志保の毎年の誕生日に当てられたバースデーメッセージの入ったカセットテープなのですが、なんでこんな高価のイベントになったのでしょうか。そしてレベル5宮野エレーナ。解決編このキャラをレベル足すにする。解決編宣言ターン1スリープデッキのカードを上から9枚リムーブする。自分のリムーブエリアにあるレベル5のカード1枚までとレベル4のカード1枚までとレベル1のカード1枚まで選び、好きな順番でデッキ下に移す。カードを合わせて3枚移した場合、相手の現場にいるキャラを1枚まで選び、デッキ下に移す。この能力は現場にレベル7キャラのキャラが3枚以上いる場合に宣言できる。端的に言ってしまえばリムーブにレベル5、4、1のカードがあれば相手のキャラを除去できるキャラ。原作の場面において宮野志保を妊娠したことで4人家族になる幸せなシーンであり、レベル4は宮野明美、レベル1は託されたカセットテープとすると、レベル5は誰になるのでしょうか。青の宮野志保、それとも宮野エレーナ自身。宮野家デッキは正直エキセントリックすぎてデッキを組んでみないと評価が難しいですね。レベル6は回収1。登場時自分のリムーブエリアに宮野明美がある場合、このキャラは突撃を持つ。宣言ターン1リムーブエリアにあるもロボ次第から絵を1枚デッキの下に移す。ターン終了時までこのキャラはブレッドを持つ。リムーブエリアに過去の因縁があると強くなるエモいデザインの赤井さん。一応宮野家デッキの関連カードになるのでしょうか。レベル5広田正美。このキャラが相手によって現場を離れるとき、このキャラに裏向きでセットされている全てのカードをリムーブする代わりに手札に移す。宣言スリープ自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。裏向きセットカードを手札に回収できる変わった能力の広田正美。赤は裏向きセットギミックをあまり活用するデッキではないので、緑や白と混ぜて活用してみても面白いかもしれませんね。ミステリーレアレベル9佐藤美和子&高木渡る。パートナー機自分ターン中ターン1。自分の現場にこのキャラ以外の佐藤美和子か高木渡るが登場した時、AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。自分ターン中、自分の現場にいる全てのキャラが佐藤美和子か高木渡るの場合、自分の現場にいる全てのキャラを AP 達成するパートナーエリア宣言か。高さ軸の特徴として自分の現場の全てのキャラが佐藤美和子か高木渡るの場合、能力を発揮するのですが、低視聴という特徴の有無はありますが、ミステリーレアフルやレイ&アムロトールとさほど能力が変わらないのは気になるところですね。レベル8黒田兵衛。現場にいるこのキャラは長野県警を持つ。自分のターン終了時、自分の現場にそれぞれカード名の異なる長野県警キャラが3枚以上いる場合、カードを1枚引き、手札を1枚リムーブする。パートナー機登場時、自分のデッキのカードを上から3枚リムーブしてもよい。この効果によって長野県警キャラがリムーブされた場合、AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。長野県警の黒田兵衛が登場。登場時にデッキ上3枚をリムーブして長野県警が落ちればキャラを除去できますが、長野県警デッキはレベル5に諸伏広光を採用したり、長野県警ミステリーレアも未登場なため結構外しそうな雰囲気がしますね。この黒田兵衛自身もデッキやリムーブエリアでは長野県警ではありませんし、レベル7白鳥任三郎。登場時このキャラをスリークさせて札から警視庁のキャラを1枚公開してもよい。そうした場合、レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。宣言ターン1このキャラかレベル7以下の警視庁キャラを1枚デッキの下に移す。登場時に手札に警視庁があれば除去が行える白鳥任三郎。小五郎の弟子があればレベルを1下げてレベル8キャラまで除去できます。
小五郎の弟子はレベル8風見とも相性が良いため、そういうデッキもありかもしれません。また警視庁お得意の山下戻しでカード1ドローに変換できます。レベル4大和勘介。ファイル6以上自分ターン中。自分の現場に長野県警キャラが3枚以上いる場合、このキャラを AP 足す2000する。事件編登場時、手札から長野県警を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、カードを2枚引く。地味に嬉しい手札が増えるドロー能力と、黒田兵衛、諸伏高明と異なり名称を気にしない長野県警3枚で AP が上昇する大和勘介。テーマデッキの諸伏高明といい、ファイル6で AP5000 になれるのはかなり厄介ですね。レベル6上原結衣。宣言スリープリムーブエリアの長野県警キャラを1枚デッキ下に移す。長野県警キャラを1枚まで選び、ターン終了時まで突撃を与える。現場に残る代わりにレベル6になり、突撃となった上原結衣。3段レベル7大和勘介に突撃を与えて、その大和勘介の能力で戦術のレベル5諸伏高明を登場させられれば、自然に3種の長野県警が揃うため除去能力が発動しますね。レベル5諸伏高明。パートナー機解決編登場時、自分の弦にそれぞれカード名の異なる長野県警のキャラが3枚以上いる場合、レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。レベル5でありながら条件を満たせばレベル7以下のキャラをリムーブできる高明。条件がカード名の異なる長野県警3枚以上なのがやや厳しく、大和勘介は容易なもののもう1枚が難しいところ、空城の景を使いつつ活用したいところ。ちなみにパラレルイラストはなんと猿と共に温泉に入浴するかなりシュールなイラストとなっています。レベル6フルやれ。登場時特徴を1つ指定し操作算する。指定した特徴のカードが発見された枚数につき、ターン終了時までこのキャラは以下の能力を持つ。1枚以上突撃キャラ、2枚以上突撃、3枚以上迅速。ギャンブルに勝てればレベル6でありながら LP1 の迅速になるフルやれ。同一の特徴で揃えられる赤池や少年探偵団には強い一方で、ハンドレス赤タンや白タンのように特徴にまとまりがないデッキには相性が悪いですね。レベル5風見優也。宣言デッキの下に移す。以下から1つ選んで行う。ターン終了時、手札からレベル4以下の警察キャラを1枚まで登場させる。プロもレベル5だて渡ると比較するとアクションする必要がないのがメリットですが、このカードを採用するよりも普通にレベル5凸を採用したいところですね。レベル3小橋葵。宣言スリープデッキの下に移す。自分の現場にいる LP1 以下の諸伏高明を1枚まで選び、ターン終了時まで LP 足す1する。東尾マリアの諸伏高明バージョンのような能力。長野県警は迅速を与えられるレベル5上原結衣の存在により、ファイル5から上原結衣、小橋守、諸伏高明を登場させられれば LP に推理が行えます。ファイル9から諸伏高明、上原結衣、上原結衣、上原結衣、小橋葵、小橋葵、諸伏高明、諸伏高明を行うと、証拠0から一気に証拠6で解決することも可能です。今のはやや現実的ではないコンボですが、4証拠くらいは今まで以上に無理なく普通に推理で取れてしまうため、なんか結構ヤバそうなカードというのが正直なところで、ミスリードが必須の環境になるのでしょうか。レベル2佐藤正義。宣言リムーブエリアに移す。自分のデッキのカードを上から4枚見る。その中から佐藤美和子を1枚まで公開して手札に加える。カットイン AP 達成。美和子にカットインした場合1ドロー。扱いやすいレベル2でありながら自力でリムーブエリアに落ちつつ手札強化してくれるかなり優秀なカード。プロモレベル6目クレオサーチを挟みつつに連打できたりと結構嬉しいカードの登場ですね。レベル5佐藤美和子。絆高木渡る解決編登場時、自分の現場にいる全てのキャラが佐藤美和子か高木渡るの場合、このキャラの AP 以下の AP のキャラを1枚まで選びリムーブする。ひらめき高木渡る回収。待望のレベル7高木渡ると相性の良いレベル5佐藤美和子が登場。こちらも AP 以下のキャラを除去できる能力のため、除去範囲は AP6000 程度までとレベル5の除去範囲にしてはやや広め。レベル8美和子、4段レベル7高木、7段レベル7広木でこのキャラを展開できると、4体展開しつつ4除去できるのはそれなりに良さげですね。レベル8高木渡る。絆佐藤美和子。自分のターン終了時、自分の現場にいる全てのキャラが佐藤美和子か高木渡るの場合、このキャラをアクティブにする。宣言スリープ。このキャラの AP 以下の AP のキャラを1枚まで選びリムーブする。ミステリーレア美和子高木やレベル8佐藤美和子がいれば AP8000 以下のキャラを除去し、ターン終了時にはアクティブに戻れるレベル8高木渡る。
レベル5ブライダルは女が主役。以下から3つまで選んで行う。A から順に行う。重複できない。自分の現場の佐藤美和子を1枚までアクティブにする。自分の現場の高木渉を1枚まで突撃キャラを与える。自分のデッキを上から4枚見て佐藤美和子か高木渉の1枚を手札に加える。注目したいのは佐藤美和子をアクティブにできる効果。アクティブにするということは言うなればそのキャラが再行動できるということになります。レベル8の佐藤美和子が現場に残り LP2 になる状況を作った上で、このカードが手札に2枚あれば6証拠獲得ができます。ラーメンオグラで LP1 の佐藤美和子を無理やり LP 増やしても良いかもしれませんね。まっとうな使い方としてはレベル7高木渉からレベル5佐藤美和子と登場させた後にネクストヒントで発動することを想定しているような感じがします。事件カード揺れる警視庁1200万人の人質。能力付き事件共通の解決編手札1捨てと解決編宣言ターン1。裏向きの証拠を2つ表向きにし、現場にいるキャラを1枚デッキの下に移す。自分の現場にいる全てのキャラが佐藤美和子か高木渉の場合、自分のリムーブエリアにあるレベル4以下の佐藤美和子か高木渉を1枚までスリープ状態で登場させる。この能力は自分の現場にキャラが2枚以上いる場合に宣言できる。レベル4以下の佐藤美和子か高木渉は新カードがなく、サーチのレベル4美和子を登場させることが多くなりそうです。今後のレベル4以下高さの登場に期待ですね。揺れる警視庁1200万人の人質は松田迅平の初登場エピソードであり、公式もこのカードの公開直前に過去のレベル8松田迅平をリポストして匂わせを行ったのですが、正直この事件カードの能力に松田迅平や萩原健二が絡まなかったのにはがっかりします。高さなら本庁の刑事恋物語でよかった気がします。青黒事件裏切りの街角。この事件が解決編になった時自分は手札を1枚リムーブする。解決編宣言ターン1裏向きの証拠を2つ表向きにする。自分のデッキのカードを上から3枚見る。現場リムーブ時を持つキャラを1枚まで公開して手札に加え、残りを好きな順番でデッキの下に移す。この能力は自分の現場にシェリーかは茨愛がいる場合に宣言できる。初の能力付き多色事件。デメリットはなんと手札を1枚捨てるだけでいいためかなり軽く、また能力もは茨愛かシェリーを要求するものの、現場リムーブ時能力を持つキャラをサーチできます。藍色のスクメイで登場した現場リムーブ時能力を活用するデッキでなくとも、解決編に入ったタイミングでデッキに6枚程度現場リムーブ時能力キャラがあればヒットする確率は 50% を超えるため、構築によっては既存の青短事件や黒短事件の代わりにこの事件カードを使用してみても良いかもしれませんね。ちなみに黒を含む事件カードとしては初になる。黒パートナーカードの事件解決を証拠隠滅にするテキストがないため、ゲーム勝利時の挙動には注意しましょう。レベル8陣白の世界でコナンに麻酔銃を撃たれた際のシーンですね。事件青&黒宣伝スリープ。キャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分のリムーブエリアに現場リムーブ時を持つキャラが2枚以上ある場合に宣言できる。相手ターン中現場リムーブ時。手札から現場リムーブ時を持つレベル7以下の正確黒のキャラを1枚リムーブしても良い。そうした場合、カードを1枚引きこの効果によって、リムーブしたカードの現場リムーブ時の効果を発動させても良い。まずは青黒事件専用の除去能力。スリークしつつ除去は普通といったところ、特筆すべきはレベル8では初となる現場リムーブ時能力であり、手札から現場リムーブ時能力を発動することができます。現場リムーブ時能力はレベル3からレベル5くらいのキャラが持っていることが多く、レベルの割に強力な能力が多いものの、現場に登場させなければいけない上に、能力の使用がワンテンポ遅れるため、アグロデッキ以外ではあまり使われることが少ないですね。なのでレベル8キャラが手札からその能力の使用を助けてくれるのはありがたいところ。レベル8ピンが劇場版名探偵コナン黒金のサブマリンで登場した黒の組織のメンバーピンガがカード化。原作未登場のアニオリキャラは登場しないと思われていたコナンカードでしたが、このピンガの登場により様々なキャラの登場が期待できるようになりました。まず特筆すべきは AP7000 事件プロファイル7の変装持ち。劇場版で変装してましたからね。自分ターン中 AP 達成。これにより自分ターン中では AP8000 の変装として使えますね。そして相手ターン中現場リムーブ時には手札を1枚入れ替える能力。やられるコンタクトでもあえて変装してみても良いですね。そして事件が黒以外の色を持つ場合は宣言スリープ AP8000 以下除去ができます。初のレベル8の最上級変装は黒になりました。
なかなかユニークな能力なので今後の黒多色強化によって一戦級の活躍もありえそうですね。裏切りの街角のおかげで公開当初の想像よりかなり使いやすい1枚。ぜひ集めておきたいところですね。レベル6キールパートナー黒突撃事件カットイン達成。パッと見は普通の AP6000 突撃事件のキャラですが、見つけたと組み合わせると事件にもキャラにもいける便利なカードに早変わり。レベル6広田正美正体は宮野明美。解決編登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合相手の現場にいるレベル8以下のキャラを1枚まで選び手札に移す。相手ターン中ターン1、自分の現場にいるこのキャラ以外のキャラが相手の能力効果で選ばれた時、相手は手札を1枚リムーブしてもよい。そうしなかった場合それを無効にする。この能力は自分の現場に黒以外の色を持つキャラがいる場合に発動する。上の能力はレベル6キャラにしては強力な手札戻し能力。そして下の能力はなんと現場に黒以外の色のキャラを要求するものの、相手の選ぶ能力効果に対してハンデスを追加する能力。このカード自身がレベル6であるため助けて平時によって登場できるので、助けて平時を採用できるデッキに1、2枚採用すると良い仕事をしてくれるかもしれません。藍色のスクメイのテレビ CM ではなんとパラレルの方が先行公開され、かなり強めにデザインされたカードとなっています。レベル5キスコ登場時手札の現場リムーブ時を持つキャラを1枚公開してもよい。そうした場合ターン終了時までこのキャラは突撃を得る。相手ターン中現場リムーブ時手札から黒以外の色を持つキャラを1枚リムーブしてもよい。そうした場合カードを1枚引く。魅惑のマジックで登場した特定のカードを見せるレベル5突撃キャラ沖田総司は高校生を見せることが突撃を得られましたが、このキスコは現場リムーブ時持ちというやや特殊なカテゴリーのカードを要求します。おそらく青黒事件での黒採用枠となるので、黒の現場リムーブ時キャラがどれくらい増えるかに期待ですね。公開当初の想像以上に現場リムーブ時能力が登場したため、青黒現場リムーブ時デッキでは3枚採用してもチポリにくそうですね。レベル2ウォッカ相手ターン中現場リムーブ時カードを1枚引き手札を1枚リムーブする。黒はカットインのサポートが多いため採用が難しい部分もありますが、単体で見るとかなり強力なレベル2キャラですね。現場リムーブ時を多用する青黒事件では採用が大いに検討できますね。レベル2シェリー事件青黒相手ターン中現場リムーブ時相手の裏向きの証拠を1つまで選び表向きにする。カットイン自分ターン中 AP+2000 カットインと現場リムーブ時能力を兼ね備えるレベル2シェリー。能力自体は地味ですが現場リムーブ時能力とカットインを持っているため、現場リムーブ時能力を活用するデッキでは必須になりそうですね。レベル5テキーラパートナー黒自分ターン中相手の現場にいるキャラ1枚につきこのキャラを AP+2000 する。カットイン自分ターン中黒のキャラにカットインする場合 AP+2000。コナン TCG は基本的に現場のキャラが多い方が有利なため AP1 万や8000になれるチャンスは多いカード。レベル2犯人の採用を減らし見つけたを採用した黒デッキだと採用の価値ありかも。レベル4の三口茂彦相手はイベントの効果によってこのキャラを選べる場合必ず選ぶ。相手ターン中現場リムーブ時自分の表向きの証拠を1つまで選び裏向きにする。能力的にはかなり微妙なキスコによって処分された政治家さんですね。レベル5バーボン事件青黒解決編相手ターン中現場リムーブ時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合相手の現場にいるレベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。能力発動できればかなり強力なレベル5バーボン事件青黒指定なので現場に登場させずともレベル8陣の能力で能力を使用できますね。レベル3ヘルエンジェル相手ターン中現場リムーブ時カードを1枚引く。自分の事件が解決編の場合手札を1枚リムーブする。ひらめきスリープ手札を強化できるレベル3キャラですね。 AP3000 とレベル3にしては高いスタッツを持つためヘビ男のようなハイスペックなレベル3キャラです。レベル7マッドサイエンティスト事件青黒登場時自分の現場に黒以外のキャラがいる場合自分のリムーブエリアにある現場リムーブ時を持つレベル6以下キャラを1枚までスリーク登場させる。相手ターン中現場リムーブ時自分の表向きの証拠を1つまで選び裏向きにする。リムーブに落ちたレベル6以下の現場リムーブ時キャラを登場させられる能力を持ちます。現場リムーブ時を活用する青黒デッキにおいてはレベル5バーボンを登場させるのが良いでしょうか。またその他のデッキではスタートデッキやプロモレベル5はイバラーイを登場させて展開や除去を目指してみても良いかもしれませんね。レベル6ベルモット
登場時自分の現場に黒以外の色を持つキャラがいる場合、ターン終了時まで突撃を持つ。変装ファイル後、他の色のキャラがいれば突撃を得られるベルモット。また事件の色制限なくファイル後変装で AP5000 になれるのはコナン TCG においてはなかなか強力。先行2ターン目にアクションや推理を行ったキャラに後攻2ターン目にアシストを入れてレベル2やレベル3キャラでアクションすると、相手はガードすべきかかなり悩みますね。レベル7で基礎こないの名探偵。事件青黒。カードを1枚引く。手札から現場リムーブ時を持つレベル4以下のキャラを1枚までスリーク登場させる。現場にシェリーかはイバラアイがいる場合、レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。ドローと展開しつつレベル7以下除去が行える便利なイベントカード。アグロ的なデッキでファイル7で発動して除去しつつレベル3本堂エイスケを登場させてみても良いかもしれませんね。ミステリーレアはイバラアイ&シェリー。なんと球団から本格登場する多色ミステリーレアが先行して登場。初のミステリーレアがコナン新一だったのに対して初の2色ミステリーレアが同じアポトキシン服用者であるアイシェリーというのは良いデザインですね。多色ミステリーレアを登場させるにはその色を両方持つ事件カードである必要があるため、このアイシェリーを登場させるには青黒事件が必要となります。細かい裁定に関してはルールマニュアルの改定やコミュニティでの回答を待つことにしましょう。カードの能力はだいぶ読みにくいですね。宣言ターン1手札から現場リムーブ時を持つ青か黒キャラを1枚公開する。レベル9以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。相手ターン中現場リムーブ時自分の手札が2枚以下のマイカードを1枚引く。宣言ターン1青のキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 達成。黒のキャラを1枚まで選びターン終了時 AP 達成する。能力としては青黒の現場リムーブ時能力デッキ専用構築を求められ、どんな青や黒デッキにでも入るというわけではなさそうですね。多色ミステリーレアだけあって現場リムーブ時に手札が少なければドローができる能力がおまけでついていますが、裏切りの街角の能力や脇田剣乗りの能力、またレベル2カットインの少なさを踏まえると手札が2枚以下になるタイミングは少ないため、個人的にはドローの条件はなくても良いかなと思いました。とはいえイラストは非常に凝っており、灰原愛とシェリーの2人を遠目で見るとアポトキシンのようなデザインになっていますね。以上、藍色のスクメイ全カード紹介でした。また拡張パック第9弾となる疾風のきらめきの発売が藍色のスクメイ発売から約2ヶ月後の2026年4月25日とアナウンスされました。パック名及びデザインが4月10日公開予定の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を強く意識しており、新たなる謎以上の劇場版とリンクしたカードの登場が期待できますね。長い動画となりましたがここまでご視聴いただきありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。